こんにちは。今回は花のコースターを紹介します。このコースターは鎖編みの輪の作り目から1段目は12目の長編みを間に鎖編み1目を入れて編み始めます。編み図では鎖編み5目の輪の作り目に輪の中に12目の長編みを間に鎖編み1目を入れて編みます。最初は鎖編み3目で立ち上がり、間に入れる鎖編み1目を編んで、その次からは長編みを編みます。長編みは鎖編み3目を1目としますので、鎖編み以外の長編みは全部で11目編んで、1段目は引き抜き編みをします。そして次も引き抜き編みをします。2段目は玉編みを編みますが、その時にまた編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から1段目を編みます。輪の作り目を編みます。鎖編みを5目編みます。最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。この輪の中に長編みを編みます。鎖編み3目で立ち上がり、この鎖編み3目が長編み1目とします。間に入れる鎖編みを1目編んで、次は輪の中に長編みを編みます。長編みは針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。次も鎖編み1目を間に入れて輪の中に長編みを編みます。この編み方を繰り返します。鎖編み1目を間に入れて輪の中に長編みを編みます。長編みは全部で12目編みます。鎖編み3目が長編み1目としますので、今は長編みが1、2、3、4回編めたことになります。あと8回同じように鎖編み1目を間に入れて1段目を編みます。1段目の最後のところです。12個目の長編みを編んで、次は鎖編み1目を編んでから、最初の鎖編みの3個目のところに引き抜き編みをして1段目を閉じます。次は2段目です。2段目は編み図で説明します。今1段目の最初の引き抜き編みをしました。2段目は隣の鎖編み1目のところから玉編みを編みますので、次はもう一度隣の鎖編み1目のところに玉編みを編むために移動する引き抜き編みをします。もう一回隣の鎖編みに引き抜き編みをして、2段目は玉編みです。玉編みは長編み3目の玉編みを作りますので、未完成な長編みを3目作ります。最初は鎖編み2目で未完成な長編み1目とし、同じ鎖編みのところにあと2回未完成な長編みを編み、これを一つにまとめて長編み3目の玉編みにします。次は鎖編み2目を間に入れて、次の1段目の鎖編み1目のところに未完成な長編みを3目作り、これをまとめて長編み3目の玉編みを作ります。間に鎖編み2目を入れながら、1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編んで、最後は引き抜き編みをします。そして3段目がまた
鎖編み2目のところから立ち上がりますので、最後に引き抜き編みをしたら、もう一度隣の鎖編み2目のところに引き抜き編みをします。これが2段目の編み方です。では、ここから2段目です。隣の鎖編み1目のところに移動して、鎖編み1目のところから玉編みを編みます。玉編みはこの形の玉編みを編みます。未完成な長編みを3目編みますので、立ち上がりの鎖編みは2目で未完成な長編みとします。同じところに未完成な長編みをあと2回作ります。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜きます。これが未完成な長編みです。もう1回未完成な長編みを同じところに編みます。これで未完成な長編み2目と最初の鎖編み2目で未完成な長編み3目とします。これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができました。次は鎖編み2目を間に入れて、次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを作ります。未完成な長編みを同じところに3回編んで、3目の未完成な長編みができました。これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みを作りました。次は鎖編み2目を編んで、隣の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを作ります。未完成な長編みを3目編み、これを一度に引き抜いて玉編みにします。鎖編み2目を間に入れながら、1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。2段目の最後のところです。玉編みを編んで、次に鎖編み2目を編んでから、最初の玉編みの鎖編み3個目のここが玉編みの頭になりますので、この玉編みの頭の2本を拾って引き抜き編みをします。これで2段目ができました。次に3段目はこちらの鎖編み2目のところから編み始めますので、もう一度引き抜き編みをして鎖編み2目のところに移動します。次は3段目です。3段目はこの編み方を編みます。今の玉編みを編んだ3段目はこの編み方です。編み図で説明します。引き抜き編みを2回して、ここから3段目を編みます。3段目は2段目の鎖編み2目のところに長編みを3目編みます。長編みですから立ち上がりの鎖編み3目を編んで、同じところにあと2回長編みを編み、間に鎖編み1目を入れて、2段目の鎖編み2目のところに長編みを3回編み、間に鎖編み1目を入れる編み方です。鎖編み2目のところに長編みを3目ずつ編んで、間に鎖編み1目を入れます。3段目はここから鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み2目のところに長編みを2回編みます。次は鎖編み1目を間に入れて、隣の鎖編み2目のところに長編みを3回編みます。鎖編み1目を入れて、隣の鎖編み2目のところに長編みを3回です。
間に鎖編み1目を入れて、またこの鎖編み2目のところに長編みを3回編んで3段目を編みます。3段目の最後のところです。間に入れる鎖編み1目を編んで、最初に編んだ鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして3段目を閉じます。次は4段目になります。4段目は引き抜いたところからこの周りの花びらのような形を作ります。これは長編み5目を前段の長編み3目のところに細編みを編んで留めていく編み方です。編み図で説明します。今ここで3段目の最後を引き抜き編みをしました。次にもう一つ隣の長編みの頭に引き抜き編みをして4段目のこの花びらのような形を作ります。引き抜き編みをしたところから細編みを編みますので、鎖編み1目を編んで、今引き抜いたところに細編みを編みます。そして鎖編み1目のところに長編みを5目編み入れて、次に細編みを編みます。これが一つの模様です。細編みを編んだところから、隣の鎖編み1目のところに長編みを5目編み、次の長編み3目の中心のところに細編みを編みます。これが4段目の編み方です。このお花のような形に仕上げます。ではここから引き抜き編みをしたところからもう一度隣の長編みの頭に引き抜いて中心に移ります。ここに細編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、引き抜いた根元のところに細編みを1目編みます。次は長編みを鎖編み1目のところに長編みを5目編み入れます。鎖編み1目のところに長編みを5目編みます。長編みを5目編みました。次は細編みです。細編みは前段の長編み3目の中心のところです。1、2、3個の長編みの2個目のところに細編みを編みます。これが模様になります。次も同じように隣の鎖編み1目のところに長編みを5目編みます。前段の鎖編み1目のところに長編みを5回編み入れます。長編みを5目編みました。次は前段の長編み3目の中心のところに細編みです。この編み方を繰り返してここまで編みます。4段目の最後のところです。鎖編み1目のところに最後の長編みを5目編みます。長編みを5目編んで、最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをして終わります。そして最後はとじ針で糸始末をします。ある程度の長さを取って針に糸を通します。
引き抜いた、ここすぐのところです。ここに針を入れて、糸を後ろに回します。これで最後のところはきれいになりました。あとは裏の目立たないところを通して糸始末をします。このぐらい通せば大丈夫です。糸を切って、中心の糸も残っていたらこの時切ります。形を整えてください。長編み5目の花びらがついた花のコースターを紹介しました。4段目までで出来上がる花のコースターです。プレゼントにも喜ばれると思います。花のコースターを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。